どうもしるこです。カルテットです。はい、じゃあ今日は、ホームセキュリティ3日目ということでね、やりましたよ。もう禁止にしたはずなのにどうしてもカルテッチがやりたいって言うから3日目のクリアをね、救ってやりてここまで来たらね。で一応18くんはもうちょっと産地がなくなって今はちょっと自宅でオルゴール聴いてる状態なので今回は2人で石橋さんが覗いてんだよね、ここで。あれ18くんかもな。石橋さんのオルゴールも回しに行かないと。もう俺はビビんないよ言うて。僕2日目クリアして3日目まで触ってないんで、僕もびっくりするかもしれないです。なるほどね。新しいギミックが追加されてね。ああ、そっかそっか。あ、追加されてくんだ。そう増えてくから。ちょっと難しそうだ。初日は窓を直すだけだったのに2日目はラジコンを操作するドローンかな、わかんないけど。あ、はいはいはい。で3日目は何かまた新しい要素が増えてる。なるほど。じゃあどうぞ早速やりますか。じゃあ5日目ってなったら5個ってこと？そうだね。何かしらギミックが増えていくわけだから。俺もこの3日目からは知らないんで、何のギミックが増えるのか、もう本当に初見なんで。いやほら本当に3日目じゃん。言ってね、もう怖くないから、さすがに。いややっぱり何の説明もないんだこれ。ない。I've been a friend。友達連れてきたってどういうこと？まあ2人目の隣人が出るっていうことなんじゃないかな。じゃあマジ？じゃないかな。隣人家族構成分からんけど俺も分かんないよね、正直。一番いいとこ。一橋さんのオルゴールも回してあげて。何？これ友達？これ触ってみていい？なんだ？なんだった？悟空おらんかった今。なんだったんだろう。何あれ？わからない。どういうこと？どうした？今誰だった？猿みたいな。なんか違いましたよね今。違った。いつものやっぱ友達が来たかった。友達が来たけど結局友達は一体何なのかっていう謎。もうその情報がねやっぱないから初見だから今こっから2日目までのギミックは花ちゃんと俺っていう犠牲のもとに情報があったけれども、ここからはもう本当に何なんだろうっていう。お友達のなんかお猿さんみたいな子がパッと来た時に何かしなきゃいけないのかもしれないし、だけど分かんない。難しすぎん。なんで止まったんだ1回目。何なの？おーびっくりした。なんで？何？何？今ドア開けたら出待ちされてた。なんか来る前に笑い声が聞こえるのは分かった。なんかあるのかな。じゃあ子が来た時に例えば子が見てる時に動いちゃいけないとか。そういうこと？分かんない。もしくは可能性としては子を触んないといけないとか。でも触られたらさっきの止まったの見てたら止まるとか。もうにらめっこじゃない、だるまさんが転んだ状態っていうことだから俺がこう見てない方から来るんじゃないかな。なるほど。いや分かんない。でも目の前から来たもんな。結構でも嫌な。うわー
何の前触れもないんだけど、どういうことなの？ちょっと。俺もオルゴール回そう。オルゴール回そう。買いました、オルゴール。オルゴール回そう。でも、なんとなくだけど、ちょっと分かったかも、今の。多分結構な頻度で来るじゃん。多分今の前から、俺今前から来たように見えたけど、後ろから来てたんだな。後ろから来てて、後ろからダーンって来てたと。来て前に、まあ、びっくりさせる演出で前に絶対出てくるじゃないですか。はい。だから、俺が背を向けてる方から来るのかな。まあ、どうなんだろうね。結局、襲われてはいるけど、こういうこと？その声がしたらなんかしなきゃいけないっていうこと。だからこの謎が本当にまずギミックを解かなきゃいけないから。待って、音がいる。こういうことでしょ。これ触ってみていいのかな。いやそうじゃん。いや、分かった。何ですか？産地大丈夫ですか？ちょっとオルゴールが。これシルコ産体力がなくなってもゲームオーバーとかない？それはあるよ。それはもう全然ある。もう俺の産地がなくなったら収容ストップ入るから。なるほどね。カン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 っつってドクターストップよ。ここはタオルが投げ込まれて。でもこれちょうどさ、袋小路みたいなところで来てたらどうすんの？うわ何の笑い声もせず来るパターンもあんの？オルゴールが必要じゃないか。あかん今の。音聞こえてなかったけど。恐ろしいな、ここ。これもしかして動画にできないパターンある？いや、これ怖いぞ。なんかね、窓が割れてから来るとかじゃないわ。もうなんか来てるもん、気がついたら。なるほど。待って、でも窓わからん。やっぱりもうそのだるまさんが転んだ的なね。でも今これ窓わかんない。普通の隣人来るやつ。普通の隣人来るやつだなこれ。あいつの顔もちょっともう見飽きたんだよね。俺はあんまりあれだよ。もう今のどっちだった？お友達だった？今のは友達。そうね。友達の方だったね。なるほどね。オルゴールを回したいな。いいっすよ、回してて。もう最悪なんか最悪見てなくてもいいかも。もうね。ちょっと2日目と比べて難しすぎるなこれ。難しいな。俺もだってフルスクで見てるからうわーってくんだよね、目の前に。これでもあれだな、この後ろも警戒するようになって後ろもちょこちょこ見るから、なんかこう逆に画面が気持ち悪いというか。まあ確かに。おお、あれは何？あれ隣人ですよ。そうなるんだ。ね。おっかないぞこのゲーム、本当に。開けてないとこが。そうなるの。なんかこのゲームやるとなんかさ、内臓がなんかさ、モヤモヤするんだよな。どういうこと？胃が痛くなるっていうかさ。はいはい。具合が悪くなってくるよ。なんか人知れずニーヤンやばくない？やばい。お兄ちゃんが。抜いたやん今。ピ恐ろしいゲームだ。
なんなんだこのゲーム。はい、一人でねやっていこうと思うんですけど、どうしても録画してると、録画の関係上、録画というか、まあ、パソコンが調子悪いのか分かんないんだけど、なんかすごいラグくて、まあ、音が聞こえなかったりゲームになんねえっていうことで、こっそりね一人でクリアして、それに今声を当ててる感じなんですけど、でもめちゃ難しいですね。なんか3日目から追加されたギミックっていうのが、まあ彼女隣人の友達がなんて言われるのかな、ランダムで視界外から襲ってくる、まあ、必ず視界外なんですけど、だから後ろ向いてる方向と逆から来てるイメージだけど、まあでも正面から来ることもあるからな、なんか判定がちょっと分かんないけど、笑い声が聞こえてきたら視界外かな、まあ多分視界外から隣人の友達が来て、でそれに気づかずにまあぶつかられるとゲームオーバーっていう感じで、一応視界内に入れとけば、さっきやったみたいに来た時に自分の視界内に一定時間入れとけば消える。それに気をつけながら、1日目からのギミック、ランダムで家中の窓が減る、お兄ちゃんの体力が減る、あとなんだ、あと窓を直さないと隣人に襲われるっていう1日目のギミックと、2日目の、自分の自宅じゃなくて部屋に入るときにタブレットで隣人を気絶させてから入らないと入れない。でプラスでこの子がまあ3日目のギミック。これ2日目のギミックです。マジで戻りやすいように探しといてみたいな。これはクリアした動画なんで、あとは何なんだろうな、これ一生同じことを繰り返してるだけ。これね、なんか2日目と比べてユニちゃんの体力の持ちがちょっと違う気がするんだよ。メンタルが安定してくる。クリアに近づけてメンタルが安定してくれてるのかわかんないけど、多分だけどタイミングよくユニちゃんを回復できれば、そのクリアまで一応9分耐えればクリアなのかな、これ10分かな、9分か10分耐えればクリアなんですけど、多分うまいこと開ければオルゴールを1回だけするのかな、お兄ちゃんを全回復させるっていうのが。体力に回復するのがめちゃめちゃタイミングが難しい。あとなんだろうな、やる人いるのかわかんないな、雷の音と他のギミックの音が重なるとちょっと積む時がある。今だったら1回なのか壊れるのかな。ここに雷のとか女の子はタブレットを覗いてる状態でも強者楽を襲ってくるんで、そこが難しいのかな。2日目と3日目のギミックが邪魔しないっていうのも、2日目のギミックを調子をすると3日目の笑い声と窓が壊れるのが聞こえない。なかなか難しかったけど、あとは多分同じこと繰り返しなだけだから、ひたすらいい感じで直してる。ちょっと見ながら、入れながらどうすることできます。いろいろ試したけど、自分から触りに行くと死にますね。とにかく当たっちゃダメ。あとは僕が隣人とその連れを完封して一緒ステイボールさせるだけの動
動画なんですけど、4日目とかはこんなの日じゃないぐらい難しいんじゃないかな。これはね、取り上がって一人でやった時にそんなに時間かかんなかったんだけど、この次に追加されるギミックがやってないんだけど、難しそうではあった。だから今まで通り3日目までのギミックをこなしながら4日目に新しく追加されるギミックをこなしていこうかな。めちゃくちゃ難しいホラーゲームっていう。めちゃくちゃ怖い。怖い方だった。難しい方だと思う。これね、めっちゃ積みパターンの入り口で止まられるやつ。一回ここだろって思った部屋がなんか割れてなかった時にめちゃくちゃ焦るんだよな。煽ってますね。煽ったせいでなかなか消えなくてめちゃくちゃピンチっていう。とんでもない。本当に、あ、やべえ、調子乗って死んだって思った俺。ギリギリの戦いを、ギリギリの行動をしてるんですよね。さっき余裕で完封するだけで言ったけど。このゲーム自体ね、怖い怖い言われてますけど、窓をちゃんと直して、お兄ちゃんの体力を回復させて、自分の体力を回復させてってやってれば、同じことをずっとやってれば、何も出てきませんから。ちょっと隣人の友達がね、ちょっと痛々しい血まみれってぐらいで何も出てこないこのスローライフ、皆さんもよかったらやってみてください。それではまたね、3日目クリアということで4日目で会いましょう。またねー。